2025年11月、日本と中国は政治的な緊張状態に入りました。いわゆる高市有事の件で様々な憶測や発言自体の捉え方の違いなどから次第に局面はエスカレートし、中国政府は日本を威圧し、一方的な政治的要素が強い制裁に踏み切りました。日本人に対して限定的に行われる制裁等について、国際社会から中国が非難され、世界的に大きな話題となっていることは事実です。この件については視聴者様の立場や思想で意見が大きく割れるため、この動画ではこの件の着地点を求めるものではなく、一般的に旅行者やビジネスマンの人々の往来や反日機運が高まっているとされている現状、もしくは本当にそのような雰囲気なのか、ネットやオールドメディアが報じる情報と乖離があるのではないかと思い、今回の動画では急遽中国へ行き、日本の空港での中国人観光客の現状や入国関連の最新情報、現地での雰囲気、日系企業の現地での様子などを自分の目で見た体験をまとめたお話です。今回の行き先は上海で、乗る航空会社は中国国際航空エアチャイナです。あくまでも個人的な感想とリアルな様子を実体験でまとめた動画です。私の考えとしては、旅は自己責任で他責ではないという認識が当たり前だと思っています。日々刻々と情勢は変わるので、この動画が上がる頃と状況が違うかもしれませんが、ぜひ最後までご覧ください。ということでセントレアに到着いたしました。で今ですね、説明した通り、これからですね中国に、行きます。皆さんもねメディアとか、ニュースの報道を見ている方はですね、ほとんどの方が知ってると思います。今日本はその話題で持ちきりだと思いますけども、非常に今ちょっと雰囲気が日本と中国の間は悪いですよね。一方的に結構中国の、報道がされているとは思うんですが、現状日本にねもう中国人旅行あんまり行かないでくださいというふうに言われていると思うんですが、実際どうなのかね、これから上海に空港、そして今からセントレアチェックインするんですけど、中国の人たちが現状、今まで通り来ているのか減っているのか、あと実際上海の街でですね、日系企業たくさんあります。日本人が集まっているエリアとかもありますんで、その辺がどういう感じなのか今回この動画でお届けしたいと思います。この度スーチャンネルから本が出ることになりました。発売は2026年の1月23日を予定しております。現在 Amazon で予約受付中です。こちらの QR を読み取ってぜひですね予約していただければと思います。この後ですね、エアチャイナ中国国際航空でチェックインして上海行くんですけど、中国人の人たちどうなんですかね。なんか見た感じ普通なんですけどね。ちょっと今からチェックインカウンター行ってみます。日本の報道を見ると、全国各地の主要空港で、来日している外国人ですね、特に中国人の方にインタビューして全然気にせず来てるよという人がなんか多い印象を受けましたが、実際に減ってるのかで、今回ね今11月20日なんですけども、今日からねいろいろ規制があったりルール変わったりして、中国入国もオンラインで申請できたりとか、あと日本人に向けてですね反スパイ法強化とかいろいろあるんですよ。その最中に行くので、あとこのノービザで入国できるっていうのも日本人ちょっと取り消そうかみたいな話も出てるみたいなんで、今日はまだ大丈夫です。ノービザで入れます。今後ね変わるかもしれない。この動画を出す頃には今のところそんな変わらないというか、中国の旅行者普通にいますね。団体の方もおられました。ちょっと今からチェックインカウンター行けば分かると思うので、こちらがエアチャイナのチェックインカウンターです。並んでる人いないわ。いつももう並んでると思うけどゼロです。あと20分でチェックイン開始なんですが、こんな感じです。いつもだったらね中国人の人たちって30分下手したら1時間前ぐらいからすごい並んでるんですけど、並んでません。で今スタッフの人聞いたんですけど、今日どれぐらい人が乗りますかと聞いたんですが、満席だそうです。なんでまだ来てないだけですね。満席で中国人の人たち、今回名古屋からの便ほとんどお客さん中国人らしいので、ちょっと今びっくりしました。マジかと思ったんですが、ただまだ来てないだけですね。ただ到着する便は結構空席が多いと言っておりました。だからもうこれから来る人は減るけど、今もう旅行に来てる人とか、もしくは日本にいる人が中国に戻ってる感じっぽいです。
ちなみにですね B カウンターの方、中国東方航空、私よく使うんですけども、もうチェックイン始まっております。ガラガラ、マジすごいね。これもいつも並んでるんですよ。ここ早くからここまで列ができてバーって、こっちはもう始まってますからね。上海便10時ぐらいにあるのかな。人いないわ。なかなか衝撃的でしたね。でもあれですからね、私が乗るエアチャイナの上海機は満席だと言ってたんで、今回名古屋から出発するやつはただ来てないだけだと、まだ並んでないだけだと信じたいですね。でこんな感じで中国の人たちの団体ツアーの人もいます。はい、この人たち中国人の団体ツアーですね。いるっちゃいるけど少ない気がするな、やっぱり。あれから10分ぐらい経ちまして、お客さん並び始めましたけども少ないです。まだこれだけですね。でも満席だと言ってましたんで、今日はこの上海に行く便に関してはね、エアチャイナなんかやっぱいつもと違う感じは確かにするけど、乗ってこっちに来る人がどれぐらいなのかっていうのが気になりますよね。そのさっき少ないと言ってましたけど、とりあえず私は今からチェックインします。ということでエアチャイナチェックイン終わりました。で多くのね、今の日本人の人たちが気にしていること、本当に入国大丈夫なのか、なんかねいろいろ、イレギュラーなこと、入国できないとかすごい言われたりするんじゃないかっていう不安をね持ってる人多いと思います。で私今素直にですね、チェックインの時に、エアチャイナ担当しているのが ANA の、スタッフの方なんですけども、聞きました。で返答としてはですね、全く問題ないと、言っていただけました。じゃあその理由っていうのが全く問題ないって言われたけど、じゃあなんでですかと聞いたんですけど、一応、エアチャイナとして、中国当局の方で、日本人の入国に支障はないのかという、ことをやっぱ問い合わせあるのかな、そういう話があったみたいで、中国側から全く問題ないと、今現時点ではですよ、日本人の方の入国全く問題ないですと、聞いておりますので、しかもビザなしまだ、今日もちゃんと適用してるので大丈夫でございますと、満面の笑みで言われました。なんで多分大丈夫ですね。あくまでもちょっとこれは政治的ないろいろやり取りというのもあると思うんで、だいぶビビりますよね、普通の人だったらね。こういう時に行って大丈夫なのか、一応エアラインの話では大丈夫だと言っておりました。はい、なんでとりあえずもう今チェックイン終わりまして、ラウンジのチケットもらったんですけど、はい、でだいぶ人並んでるかな、ちょっと見えるかな、ちょっと並び始めましたね。はい、一応今日何度も言いますけど満席みたいなんで、とりあえず今からそうですね、出国前にちょっとお腹空いたんで PP で飯食いましょうか。一応ラウンジも行けるんですけどね。あと今回ねビジネスクラスです。はい、ビジネスクラスで3万5000円ぐらいで取りました、上海までね。じゃあ今からちょっと行きます。ということでうどんめっちゃうまかったわ。体が温まりました。とりあえず今から出国します。ということで保安検査と出国審査終わりました。秒ですね。待ちゼロでした。日本で多分最速なのはセントレアです。だって混んでないもんいつもこの辺免税店ですね、中国人の人たちいっぱいいる気がしますけど、なんか少ないですね。この辺いっぱいいるイメージだな、いつも。とりあえずラウンジ行きます。エアチャイナはこのプラザプレミアムラウンジ指定ですね。PP でも入れますけど。ということでラウンジ入りました。結構ラウンジもそこそこですからね。でも空いてる方かな。さっきうどん食べたんですけど、今ちっちゃいそばと杏仁豆腐もらいました。エアチャイナのセントレアのからのビジネスクラス乗るの初めてですね。機内食どれぐらいあるんだろうちょっと今食べ過ぎてますね。今ちょっと朝飯も昼飯も食べてないんで、よしとしましょう。今ちょうど折り返しですね。このエアチャイナの飛行機が到着しました。今ラウンジで見てるんですけど、これに乗ります。先ほどチェックインの時にスタッフの方が、行きは名古屋から上海に行く便は満席ですけど、中国から来る便が結構空席が今日は多いと影響があって、
どれぐらいの人が降りてくるんですかね。多分これ今北京か上海から来たやつですね。今ビジネスクラスの人が降りてると思いますが、これを見る限りでは結構人乗ってそうですよね。でも少ないと言ってたから少ないのか。仕事で出張で行かれてる日本人の人ももちろんいると思うし、単純に旅行で来てる中国人があまり減ってないっていうのが報道では言われてましたけど、そこそこ乗ってますよね。普通に多くの方が降りてますね。それでは間もなく搭乗開始です。ゲート行きましょう。それでは上海行きの今待合にいますが、こんな感じです。そんなに人は多くないですね。どうも。ということで1番で搭乗が、入りました。全然普通ですね。今までと何も変わんない何度もこのセントレア、上海区間は乗っておりますので、そんなフライトで説明することはないんですが、こういった今中国が日本に行っている対抗措置でどれぐらい影響があるのかっていうのを知りたい人が多いと思うので、私が人柱になって実践で今から、お届けするという感じなんですが、もちろん今回この動画の中では、上海の街の様子とかも、組み込む予定です。とりあえず今から2時間ぐらいのフライトですね。乗っていきましょう。ということで機内に入りました。ビジネスクラスは4席しかないタイプのかなり古いタイプのやつですけど、スリッパとブランケットとクッションをもらいました。でもうテーブルにお水が置いてありますね。これ多分チベットの水じゃないかな。今のところ CA さん普通に満面の笑みで丁寧な接客です。で今おしぼりをいただきました。通常通りです。チェックインの時にね、日本人の今の入国どうですかと聞いて、全く問題ない通常通りですと、大丈夫ですと言ってましたけども、多分ね出国の方がいろいろあるんじゃないかなと思ったりしてます。スマホの中身見せろとか、入国の時多分別に言われないもんね。保安検査ないからね。あとは街がどんな感じかっていうところですかね。Orange juice, champagne, or mixed juice? Orange juice, please. Orange juice, please. Do you need a arrival card? それで11月20日から中国の入国のアライバルカードがオンラインでできるようになったんですよね。で現状紙でもできるんですが、今ね紙くださいって言ったらオンラインでやってくれって言われてやることになりました。今ですねオンラインのアライバルカード、終わりまして、意外とね簡単だった。で紙の方だと帰りの便と帰りの、いわゆる中国を出国する空港とかそういうの記載しないといけないんですけども、今回のこの新しく今日から始まった、デジタルアライバルカードだと入りだけですね。書くのは何の飛行機に乗ってきたのか、どの便名書きますよね。どこの空港から入るのか、上海プードンですよね。それだけです。でパスポートの写真撮って必要事項を書いて、住所とかも書かなかったですね。なんで自分が日本人なのか、パスポートで入るのか、ビザで入るのか、ビザフリーなのか、トランジットなのかみたいなの選んで、飛行機の便名入れて、で滞在先ですね、ホテルの住所それだけ入れるかな、入れて電話番号メールをすればもう QR が出てきて、でもうこれで終わりみたいですね。なので楽ですね。普通によく中国系のアプリだと誤操作があったりとか、なんか表示がおかしかったりするんですけども、全然サクサクできました。これはいいですね。もう今日からやってるんだね。CA さんに紙のアライバルカードくれって言ったんですけど、これでやってって言われたから今やったんですけど、早いですね。今他のお客さんもみんなポチポチ打ってますね。ちなみに機材はヤバスの320のダッシュ200ですね。窓がめっちゃ汚い。ちょうど今ビジネスクラスの、お客さんの中で私のチャンネル登録してくれてる視聴者さんがたまたまいました。
心強いですね。普通に行くんですね皆さんね。ということで今ドアが閉まりました。帝国ですね。ビジネスクラスは8席中4人ですね。半分空席があります。エコノミーの方は満席ですね。女士们、先生们，你们好。 Hello, ladies and gentlemen. 欢迎您选乘中国国际航空公司班机。 Welcome aboard this Air China flight. あとあれですね、セントレアは国際線の旅客数、便含めてチャイナに頼ってるところがありますからね、中国便ばっかですよね。現状ちょっと減ってるのかなって感じはするけど、おおむね激減みたいな感じは今日はちょっと分かんなかったですけども、ただガラガラな瞬間はありましたけどね。これセントレアのさらにこのなんていうんですか、日本全国の中で需要が回復してないっていうことでよく取り上げられてますが、他の空港はもうみんなねパンパンなのにセントレアだけガラガラみたいな。ここでちょっとマイナスになりそうですね。この中国のあれが減ってしまうということがもしもっと続くことになったら。 Automatically, in case of decompression, pull the mask firmly downwards. 各位旅客，飞机很快就要起飞了，请您在。それでは機内サービスが始まりました。飲み物は男は黙って炭酸水。これはナッツですね。これが今回のエアチャイナの上海便の機内食となっております。でメインの方がチキンかビーフを選べたんで、私はチキンを選びました。それとチャーハンですね。であとピンク色のそば、日本の和そばですね。でフルーツがあって、あとはなんかおかずセットみたいな、これ多分名古屋のあれなんじゃないかな、積み込みじゃないかな、そうですよねきっとね。はい、普通に美味しそうです。これちょっと食べるシーンとかは撮らないですけど、こんな感じでした。着陆了，请您再次确认安全带已扣好，系紧系鞋。ということでほぼ定刻に上海プードン国際空港第2ターミナルに到着しました。ということでこの後、入国審査ですね。初めてのオンラインのアライバルカード提出と、こういった情勢なんでちゃんと問題なくいけるのか、日本人をちゃんと入れてくれるのか、どうなんでしょうね。ということで飛行機降りました。今からイミグレーションです。先ほども言いましたけど、オンラインのアライバルカード結構楽だったんでありですね。最速で今日から運用開始なんでね、これをレビューしてる人はあんまいないと思うけどこれからこれでいいですね、さあこの先イミグレーションです。ということで無事に入国完了しました。今回ね、先ほど言った通りオンラインで申請したんでめちゃくちゃ早かった。今ですね、外に出てきてタバコ吸ってるんですけど楽勝でした。てか日本人いっぱいいました。ほぼほぼ日本人っていうぐらい列がね日本人だらけだったんで、そうなんかもう流れ作業で
淡々と入れました。でやっぱオンラインでやってるから早かったのかな。入り口で確認はQR の確認はあったんですけど、目視で確認だけなんで特に聞かれることもなくて、はい普段通りって感じです。質問はね How many days in stay China だけなんで、何日滞在するのしか聞かれなかったですね。今回は前回無言だったんですけど、今回その1問だけ質問されましたいろいろね日本人にすごく細かく聞くとかなさそうですね。とりあえず上海は今のところね、この20日現在は、なんで、無事に普通に入れたんで、このまま今から、街にですね移動していきます。ホテルを街の中心部のコートヤード、上海セントラルというホテルを取ってあるので、配車アプリで今から移動します。それでは配車アプリの乗り場に行きます。全然普通だわ。これまた言うと、お前は共産党の指示でやってるんだろうとか言ってくる人いるかもしれないけど本当に普通ですよ。ということで車に乗りました。ということで空港からだいたい50分ぐらいで着きました。こちらのコートヤード、上海セントラルですね。なんか近くに結構お店もあって結構街の中心部で便利そうです。それでは今からチェックインします。ということでチェックインの方完了いたしました。今から部屋に行きます。アップグレードしてくれたみたいですね。スイートではないみたいですけど、一応ねこのコートヤードなのにこれ中国あるあるなんですけど、ラウンジあるんですよね。クラブラウンジフロアにしてくれたみたいです。今回の部屋は28階のクラブフロア、30階がラウンジで、朝食も、無料ですね。特典で、ポイントもくれました。中国のマリオットは結構大盤振る舞いなんで、今回宿泊費ね1泊1万9000円ぐらいかな。いろいろ入れたら2万ですかね。だいぶ豪華なコートヤードですね。スタッフの方もすごい親切でした。問題なかったです。こっちですね。2821。角部屋ではないですね。普通の2821。ということで部屋に入りましたので、ちょっと紹介を軽くします。なんかね、ちょっと今風邪っぽくて喉が痛いんですけども、部屋はすごい立派です。十分ですね。プレミアムキングルームと言ってました。スイートではないです。ありがたい。水4本ありまして、デスク、ソファーでキングサイズベッド、ウェルカムフルーツありますね。バナナとプルーンかな。日本の源氏パイみたいなのが置いてあります。で景色はこんな感じで、周りにいっぱいお店あるんでね、中心部近いです。こんな感じで、あとはバスタブはないんですけど、普段使わないんでいいですけど、広いですね。シャワールーム、丸見えのやつです。なんで結構、誰かと泊まると、カップルとか夫婦だといいかもしれませんけど、洗面台も広くてめっちゃ広いな。アメニティもあって、でトイレですね。さすが日本人が多い上海ですね。ホテルのミニバーには日本のビールありますよ。キリン一番搾り。とりあえずこんな感じで、今夕方5時前ぐらいなんですけど、無事に中国に入国して、イミグレーションもそんなおかしいことなく順調に、全部終わりまして、ホテルにも入ってるということで、すごくスムーズでした。今までと何にも変わらないです。今回のね動画のテーマとしては、冒頭も言ったんですけど、こういった今、反日的な、感情がすごい高まっている雰囲気があるような時にですね、実際に標的にされやすい日本人が中国に行ってみてどうなのかっていうのを、自分がねちょっと人柱になってちょっとレポートしてみようかなと思ってる、思惑で来てる、他のこともやりたいんですけども、
今回この動画はそのテーマなんですが、で実際に、中国に来る前にですね、いろんな知り合いの人とかに聞いてる限りはですね、皆さんがおそらく見てるような、特にネットの世界で繰り広げられてるような、過熱した、双方のね、中国に対する、いろいろ悪いことを言ったり、逆に中国の人たちも日本のことを言ったりみたいなのが、今のこの現状の空気みたいな感じするじゃないですか。報道もそうですけども。確かに今問題にはなってる。直近ではね。高市有事とか、この前、外務次官同士の、集まりでもポケットに手を入れてすごい態度だったとか、いろいろそういう加熱してるんですが、民間レベルのすごい一般の人たちと普通の街の状況はだいぶやっぱりね、乖離があるのかなっていうふうに思いました。自分もちょっと正直ね、ビビってました。いろいろあるんじゃないかなと思ってたんですが、とりあえず今のところは今まで通り。で、さらに今日から始まった、中国のアライバルカードの、電子申請、オンライン申請っていうのも、すごく簡単で、めんどくさいから紙でやろうと思ってたんですけど、全然簡単だったんで、それもすごいスムーズに、日本人だけ弾き出してやるみたいな、そういうのもないですし、今のところね、これは僕の今の体験なんです。もしかして違うパターンもあるかもしれませんけど、ちょっとそういうのをちょっとこの動画でね、お伝えできればということで、試してみたんですが、やっぱり上海は特に民度が高いエリアで、お金持ってる人も多いですし、裕福な人が多いし、で上海の人たちも結構ね、日本に旅行行く人も多かったりするので、政府は政府、一般の人は一般の人っていう考えでやってるっていうのが現状かなと思います。あとはプードン空港着いた時に多分ね、名古屋からの便以外でも、大阪関空とあと東京羽田成田両方かな、日本からの便がちょっとまとまって到着する時間帯だったんですね、第2ターミナルね。だから、イミグレーションがね、ほぼ日本人だったんですよ。こんだけ日本人まだ来るんだと思って、しかもね、若い子たちが結構多かったですね。アイドルとか、あと、イベントに来てるのかわかんないですけど、全くそういうことを気にせずに普通に来てる感じの子たちもいたし、いろいろ大丈夫かなとか言いながら言ってる人もいたしって感じなんですが、イミグレーションで僕が3、40分並んでる時はね、もう皆さんほとんど、いつも通り、無言スタンプか、質問があっても1つか2つくらいっていうのだったんで、誰か連れてかれたりみたいなのも見なかったですね。これまた上海以外の空港、特に地方とかではまた変わってくるかもしれませんけど、一応今の状況だと重慶とか南京とかはやめた方がいいんじゃないかっていう、僕の知り合いの意見とかもあったんで、とりあえず今は上海なんですけども、全然普通だったですね。これを鵜呑みにしないでほしいんですけども、あとまた変な風に憶測で語らないでほしいんですが、これが私が体験した今の状況って感じです。それで今私がいるエリアがですね、上海のど中心ぐらいの場所でして、南京路歩郊外とか、あと皆さんがよく行くような、夜景が綺麗に見える川沿いのとことかも近いんですよね。ちょっと歩くとは時間はかかりますけど。なんで、明日も含めて、今回この動画の中で、ちょっと私が見たいなと思ってるのは、今後もしかしたらね、すごい反日デモが起きたりとか、ビザ取り消しは結構可能性あるなと、ノービザ入国ね、あるとは思ってるんですが、今、水産物の、輸入を停止するとか、そういうこと中国が昨日ぐらいからやりだしてますけど、加熱する可能性はあります。で、そうなった時に、十何年前ぐらいにですね、大規模な反日デモとか起きて、上海にね、日系の百貨店とか、あとお店、中国全土で今ね、日本食の日系チェーンとかもう山のようにありますし、あと無印とかユニクロとか、イオンとかもそうですよね。だからその辺は、今ね、現状、上海の中では、どんな感じなのか、中国人ガラガラなのか、今日のセントレーのチェックインの時はガラガラだったんでびっくりしたんですけども、でも結局飛行機は乗ってましたけどね、多くの方が。なんでその辺、もしくしゃくしゃになってしまったら、しばらく入れないとかもあるかもしれませんので、ちょっとその辺も今日明日で特に日本人が集まっているような場所とか日系の店が集中しているところをちょっと見てね、現状どんな感じなのかっていうのをちょっとお届けしたいと思います。とりあえず、そんなに今お腹空いてないんで、
5時半からラウンジでハッピーアワーなんで、ちょっとそれだけ見に行って、夜ですね、その後、日がもうすぐ沈むんですが、街にちょっと行ってみましょうか。それではちょっとラウンジで軽く食べてから街見に行ってみましょうか。明日もありますけど、最上階の30階が、クラブラウンジですね。うわ、すごい立派ですね。にゃお。ラウンジ空いてるわ。結構このホテルも日本人が多いみたいですけどね。もう外食しなくてもいいレベルの中華料理が山のようにありますね。これ唐揚げだ。すごいね。やっぱり中国のコートヤードって普通ないもんね、ラウンジね。明日はちょっとなんか食べたいと思います。外でチンタオビールありますよ。平和ですよということで、なんかチャーハンとか唐揚げとかあったんで、なんかタコワサとかもありましたね。これちょっと食べてから行きましょう。もうこれでいいですね、晩ご飯ね。上海着いて早々ラウンジで飯食ってるんですけど、なるべくちょっと明日は外で食べたいですね。動画的にちょっともうラウンジで食べてたらなんか変わり映えしないんで、でもコートヤードにあるっていいなと思ってね。もう夜ですしね、今日はちょっと食べます。なんか言い訳してるみたいな格好悪いけど、あんま日本語で喋らない方がいいかな。すごい、もう上海の街も今これホテルの目の前ですけど、イルミネーションがめっちゃ綺麗。クリスマスモードですね。ちょっとこれからタクシーで南京路歩郊外とかちょっと行ってみましょうか。多くの日本人の方が必ず行くような場所ですけど、であの辺にもユニクロとか無印とかありますもんね。正直現地にいる感じのことを言うと全然普通です。今20日でいろいろ問題になってる最中なんで、あんまり日本語で喋らない方がいいのかなとか思ったりしますけど、でもそんなことも気にしなくても良さそうな感じもしますけどね。それでは到着しました。すごいね、久しぶりに来たわ。あんまもう上海をこうネタにするみたいなこと全然やってないから久しぶり感がある。だいたいプードン乗り継ぎだけで終わりで、地方都市とかみんなが行かないとこ行ってたけど、さすが上海ですね。若い人たちもすごい多いし、やっぱ日本人いるね。普通に日本人だって分かるレベルでいるわ。全然少ないかと思ってた。久しぶりに中国の都会に来たって感じがするけど、日系のお店がねどれぐらい、多分この様子を見る限りは普通だと思うけど、どうなんでしょうね。ちょっと見ていきましょうか。確かこの南京路からこう川の方に向かっていく途中に大丸百貨店とかありましたよね、日本の。どうなってるんだろうね。私の知り合いの人で中国に詳しい人いるんですけど、上海はですね、非常に民度が高くて、でいろいろそれの工夫がされてて、車のクラクションとか鳴らしちゃいけないんですよ、基本的に。だから今タクシーで移動してきましたけど、もう他の中国の都市行くとクラクション鳴りまくりなんですが、上海はね鳴らないです。すごい静かでした。であとタンとか唾を吐くのも基本的にダメで、下手したら見つかったら隠れてしてる人はいると思うけど、あれですね、罰則があったりするから、みんなすごいまともなんですよ。あとお金もあるからね、裕福なんですよね。このアイドルすごい確か流行ってるんですよ。俺は分かんないけど、多分うちのスタッフ詳しい。なんか中国のジャニーズみたいな時代少年団ってやつ知ってる人いますよね、多分。意外とね、この前の花さんのイベントでもそうだったけど、推し活で中国のアイドルとか韓国は結構おるけど、中国人のアイドルとか推してる人いるんですよね。
なんか前よりかっこよくなりましたよね、中国の男の子たち。女性ももう完全に日本の女の子みたいなファッションとお化粧の仕方に変わった気がする。今結構普通に日本語私喋ってますけど、なんか日本語めちゃくちゃ大きい声で喋ってる女の子たちいますね。あと鬼滅の刃も結局公開したんですよね。なんかいろいろ規制するとか言ったけど、すごい観客数らしいですね、中国で今。今回のね、上海来てる理由が、この今現状、この反日でだいぶねっていうところで日本人が行ってどうなのかみたいなのを取りに来てるんで、特別観光することとか考えてないんですよね。街の様子を見に来たっていう感じで、ただそれが多分皆さんすごい需要あるんじゃないかなと思って、でもとりあえず日系のお店見てみようみたいな感じですね。こう別に忖度して言うわけじゃないけど、本当に普通っていうか平和ですよ。またお前はみたいなことを言われるかもしれませんが、いちいちそれがね頭よぎるのが腹立つんですよ。思ったことは言おうと思ってるんですけど、全然だもんな。どうなんでしょうね。これを伝えることで私はまた言われるのかな。まあ現場に来れない時点でジャーナリストとしては、私はジャーナリストじゃないですよ、YouTuber なんで。話にならないっていう人が僕の周りにはいっぱいいたから、それが正しいかなと思ってますけど。見えるかな、このお店が集まってるところ無印ありますね。日本のお店ちょっと見てみましょうか。混んでるのかどうか。別に商品はそんな見るつもりはないですけど、さすが上海ですね。欧米の方が結構多い。他の街だと少ないもんね。たまに上海の街来る楽しいね。普通になんか今楽しいわ。もう日本語だらけなんだけど、日本のゲームとかアニメの、日本の焼肉屋さんとかで、こちらの、これなんて読むんだろう、本街プラザっていうのかな。ここにユニクロがあるんですよね。3階、1階にないから、こうボコボコにこうされるみたいなデモが起きた時にないと思います。百貨店みたいなところに入ってるやつだから。まだポップマートこんなに混んでるんだ。すごい並んでるね。ラブブのブームはもう港区界隈では終わったらしいですよ、日本の。いつもの方が混んでるかもしれないね。他の街でももうちょっと人いるかも。まあでも何店舗もあるからな、上海だと。ここだけじゃないからね。まあ平日っていうのもあると思うけど、お客さんはちらほらっていう感じですね。まあ普通かな。ちょっとあんま指標として役に立たないかもしれない。デモとか起きたらもっとすごいことになるかもしれないけど。すごい2階にもポップマートあるんだ。すげえ混んでみんなめっちゃ買ってるな。もう即開封してるもん。中国限定とか多分あると思うんだよ。俺分かんないんだよね。ここ行ったら買っといたら高く売れるよみたいな絶対あるはず。今ポップマートちょっと見ましたけど、中に入って若い日本人の女性いましたね。めっちゃ買ってた。日本人いるわ。でこれユニクロです。ユニクロなんか結構人いるね。無印よりかはいるわ。あと広いですね、この店舗。まあこんな感じかな。あんまり今自分も動画撮っててちょっと曖昧になってきましたね。なんか分かりやすくこうガラガラなのか混んでるのかっていうの判断がつかない。まあでもそれなりに人はいらっしゃいますね。ちょっと全然関係ないんですけど、ファイブガイズこれ日本にないじゃないですか。前も上海で食べたことあるな。ハンバーガーチェーンなんですけど、ここのミルクシェイクめっちゃうまいんでちょっと買おうかな。ちょっとミルクシェイクだけ買います。すいません、思いつきで入ったんですけど、ミルクシェイクとポテトなんかレギュラーサイズすごい量だったな。これでねいくらだと思います皆さん。2000円ですよ。100元2000円超えてる。前もこの同じ店で食べた記憶あるな。でもねポテトとミルクシェイクマジうまいんですよね。そう、バンコクにはなかったっけな、マレーシアかなんかにあった気がするけど日本にはないんですよね。確か違ったらごめんなさい。
それで今目の前に見えてるのが、上海新世界、大丸百貨店なんですけど、歴史ある、ね、上海が日本の疎開時代だった時からあるような百貨店だと思いますが、違うかなここもちょっと今から見てみましょう。すごい人ですね、この夜の時間。あんまり中に人が入っていかないような気がするけどな。そもそも百貨店そんな人がいっぱいうじゃうじゃって感じでもないですよね。中入っていきましょうか。こんなもんでしょってぐらいの人通りの人の入り具合って感じですかね。特別少ないわけでもないし、全然人も入ってますか。こんな感じですかね。そうこれだ、この百貨店の売りは螺旋階段になってるエスカレーターですよね。初めて乗るわ。すごい立派ですね。こんな広いんだ。デモが起きたらどうなるんでしょうね。それでも上海の人たちは普通に来るか。普通ですかね。ちょっと人はでも少ないかも。こんなもんなのか、普段はちょっと知らないんで。これ日本のカツラメーカーさん、違うかな。日本語だらけですけど、こんな感じです。すいません、雑なレビューで。とりあえず大丸百貨店こんな感じです。日本の百貨店ですけど、普通ですね。こういった状況の中でも全然日本のお店だからとか、そういうので人が入ってないとか攻撃するみたいな、そういうのはもう全くみじんも感じられなかったですね。こんだけでも今夜でも人歩いてますからね。最後ちょっと奥の景色のいいとこ行きましょうか。一つですね、残念なお知らせがあって、このタイミングでカメラ壊れたんですよね今。だから iPhone でしかもう撮影できないな。やっぱり韓国とかもそうですけど、中国も寒い方がいいな。俺夏のクソ暑い時、今年結構いろんなとこ行ったんですけど、寒い方が絵になる気がする。お店もなんか映えるというか、それにしても混んでますね。さすが上海。先ほどですね、すれ違ったんですけども、日本人の団体ツアーがいました。旅行会社のどこかわかんないけどいましたね。こうなる前から申し込んでたから来てるだとは思うんだけど、普通に来てんだね。昔さ HIS とか上海2泊3日1万円とか売ってましたよね。異常に安かった気がする、中国旅行って。今そこまで安くはないけど、まだツアーで来てる人いるんですね。これぞ上海という景色ですよね。すごい綺麗。もう自分一人だけだったら日本人かどうか分かんないよね、これね。皆さんが日本人の方もよく来る場所ですけど、久しぶりに見るとすごい綺麗ですね。こんな感じでした。人が本当にいっぱいです。パンパンですね。あとね、パッと見日本人の方はもちらほらおられますね。はい。日本人の多分スーツ着てる人たちもサラリーマンで出張で来てる人たちがここで最後撮ってるのかな、遊びに来てっていうような人もいれば、若い観光客の日本人の人もいるし、ツアーの人もいるっていう感じで、上海日本人まだまだ本当多いなと思いました。私さっきも言いましたけど、地方都市とかあんま行かないとこばっか行ってるから、上海とか北京とかほとんどね、来たことはないわけじゃないけど、動画で撮るってネタがないなと思ってやってなかったんですけども、その代わりやっぱり欧米人の人とか日本人の人多いんだね、上海ね。そう、こういう特に定番のとこに来ると思ったよりも多くて、しかもこういう状況の時に
それが、まあ、今の、現実なんだと思います。それでホテルの目の前にあるこの商業施設にマッサージあったんで、フットマッサージ行きます。何でもあるわ、このホテルの周り。上海駅の近くですね。ここですね、これですね。Thank you。それでは久しぶりに中国のマッサージを受けたいと思います。これはね、タイのマッサージとまた違ってめっちゃいいんですよね。ちょっとここいいお店なんで、80分で250元ぐらい、5000円ぐらいしますね。まあこんな感じで中国のマッサージ行くと、漢方のお茶とお菓子とかフルーツとかなんか出てきますね。皆さん結構なかなか一人じゃ入りづらいと思うんですけど、おすすめです。ということでマッサージ終わりました。めちゃくちゃ気持ちよかった。気絶しましたね。超眠い。とりあえずもうホテルに戻ってシャワー浴びて、今日は終わりにしましょう。寝ましょう。ということで、今日一日上海ね、到着して見た感じでは今までの中国での滞在と何も変わらないので、反日ムード、日本人来るなムードみたいなのはすいません、正直本当に忖度なしで1ミリも感じませんでした。入国も普通だったんで、ちょっと明日はですね、まだ時間あるんで、日本の上海にある大使館周辺、日本人の方が多く住んでるエリアとか、あとそのお店とかもね、ちょっと見に行ってみようかなと思っております。今日はとりあえずこれで寝ます。それでは寝ます。おやすみなさい。おはようございます。翌日になりました。本日は2025年の11月21日です。昨日ですね、日本から名古屋からですね、上海に到着して中国に無事、入国してちょっとだけ街の様子見たんですが、今日はねちょっと行ってみたいなって見てみたいなと思う場所がありまして、上海で日本人の人たちが集中的に住んでる、エリアとか、あと日本大使館の付近ですね、この辺をちょっと巡ってみようかなと思います。普段の旅行ではほとんど行かないと思うんですけども、今後ちょっと中国の情勢がさらに悪化した場合ね、日本大使館周辺でデモが起きたり、あとはその日系のお店が集中してるとこ、エリアっていうのもいろいろ多分取り上げられるかもしれないので、ちょっと見ときたいと思います。それで出かける前に今朝食食べに来ました。無料なんで。ただね、ちょっと驚いたのがこちらのコートヤード、日本食がすごい充実してて、納豆あったんですよね。タイ、バンコクとかマレーシアとかベトナムのマリオット系だと日本食結構あったりして納豆見たことあるけど、中国のホテルで納豆は初めて見たな。日本食は味噌汁とかはねあったりするけど、すごいね。しかも結構中国の人たち食べるのね、納豆。完全に日本のやつなんですけど、すごいね、文化がもう日本の文化溶け込んでるよね。それではですね、今からいろいろ見ていきますが、今からとりあえず上海にある日本領事館ですね。先ほど大使館と言いましたが領事館です。大使館は北京ですね。なんで今からその辺に行って、様子を見て、で最後というか、その近辺ですね、先ほども言ったと思うんですが、高島屋とかあるんですよね。上海で一番大きな、日本の高島屋のデパート、その辺りを、ちょっと見に行きましょう。それで今日本領事館ですね、上海の着いたんですが、入り口に今行ったんですけども、入り口でタクシー降りた瞬間にですね、警察官の方と警備の方に囲まれまして、用事がない限りここで、滞在することはできないと言われたんで、離れるように言われました。で写真も撮れなくて、この側面のこの案内板とかは見ていいらしいんですけども、
すごく警備が厳重でした。ちょっと離れますわ。この奥、この塀ですね、この中が全部日本の領事館の建物なんですけど、まあ人は全然いません、周りに。ただまあデモとかが起きるとここが攻撃されたりするのかなと思って見に来たんですが、現状は先ほど言った通り、中国の警察官とか、軍人さんがですね、かなり厳重にガードしておりまして、近づくこともできなかったです。まあ用事があって中に入ることはできると思うんですけども、ただ見に来ただけだと、今翻訳機を使ってね、多分あれ軍人さんかな、軍人さんと、セキュリティの警察官の人ともう一人のスタッフみたいな人で、ちょっと囲まれましたなんでダメですね、撮れないんですけども、中をこう正面から撮るっていうのは、まあこの辺多分大使館とか多いのかな、とりあえずそんな感じでした。ただ見に行くこともできなかったですね。ただまあしっかり守られてるなと、今裏側から見てるんですけど、正面の方はパトカーとか、いっぱいいましたし、人がすごいいました。警備してる人が。まあ日本でもそうですよ。日本の大使館とか東京とか、まあ、名古屋とかにも領事館とかあるけど、韓国とか中国の領事館の前すごい警察官いますもんね。まあそれとほぼ同じ感じで、ございました。今のところなんかこう目の前でなんか抗議活動してる人とかはいないですね。ちょっと領事館とかはあんまり取れなかったので、今から高島屋に行きます。こっからね歩いて10分15分ぐらいです。この辺なんかちょいちょいショッピングモールみたいなのあるんですけど、日本食多いっすね。やっぱ領事館近いからかな。領事館の近くに、こういったセントラルガーデン公園みたいのがあるんで、ちょっとこの中通ってきましょうか。突っ切っていく感じですね。太極拳とかやってますね。マジで平和ですよ。普通ですね。公園も綺麗だね、やっぱ上海は。私の大好きな、中国行ったらよく飲むんですけど、サントリーのウーロン茶買いました。めっちゃ天気いいし、ポカポカしてて落ち着きますね。これがまた一変するかもしれないですからね。今11月21日は2025年こんな感じです。これでね、ほんとデモとか起きてくしゃくしゃにもしなったらほんと一変すぎますよ、雰囲気が。上海の人たちは生活レベル高いんでどうなるか分かんないですけども、雰囲気は変わると思いますね。上海の日本領事館はめっちゃいい場所にあるんですね。この都心のよりちょっとは離れてるのかな。ホテルから6キロぐらい離れて、タクシーで15分ぐらいで来れたんですけど、いい感じですね。それで今地下鉄の、駅をねちょっとこう下をくぐってきたんですよね。直線で早かったんで。で、上海高島屋、結構海外にあったりしますよね。ベトナムとかにもあったりしますけど、わざわざ来たことはないんですが、今回こういった状況でということで、もうザ日本の百貨店ということで、大丸百貨店ね昨日行ったんですけど、ちょっとどんな感じか見てみましょう。さすが高島屋ということで、食事レストラン街7階なのかな全部日本じゃない。しゃぶしゃぶすき焼き、とんかつ、ひつまぶし、そば、これなんなんだろう、ちょっと違うかな。これも違うね。で、日本式焼肉、ラーメン、刺身、居酒屋、日本料理、韓国飯もあるし、居酒屋、チャギね、日本に進出してほしいですよね。あと鯛飯とかもあるんだ、すごいね。ちょっと日本食今から食べようかなと思ってるんですよね。そう、どんな感じなのか、こういう状況でも多分普通に皆さん食べてると思いますけど、日本式カレー、鯛飯いいっすね。こんなにあるんだ。
まあ上海で仕事されたり住んだ人なら分かると思いますが、この湖北、古い北と書く方ですね、この辺が、まあ、いわゆる駐在の日本人の人たち、バンコクでいうとトンローみたいな駐在員で給料も良くていいとこ住まわせてもらってて、奥さんも来て中妻がいるみたいなところらしいです。僕は詳しくは知らないんですが、知り合いの方からそうお聞きしました。でこの辺がまあハイソな日本の人たちが多くて意識高い、ただ標的になりやすいっていうらしいです。これ高島屋ですね。立派ですね。でかいわ。もうなんかこの辺ぐらいから日本のデパートの匂いするな。中国の匂いじゃないね。全然通常通りって感じですかね。まあ今お昼前ぐらいです。あと少しでランチタイムなんで混んでくるとは思うんですけども、日本の匂いがするわ。鯛めし屋ですね。わあうまそう。鯛焼きも売ってます。おでんもある。中国の中華系の店でも日本語が書いてあるんで、さすが高島屋だ。先日広州行きましたけど。それでこちら上海高島屋の今5階に来ました。ここはね日本館って書いてあって、日本のお店がいっぱいあるところだと思うんですけど、ちょっと見てみましょうか。まあ今昼の12時前ですけど少ないかな。こんなもん日本の、でも東京だったらこんなことないよね。こっちですね、日本館。普段どれぐらい人が入ってるか分かんないから、昨日と同じですね。ちょっとこれが正常なのか少ないのか分かんないけど、上海に住んでる人であれば少ないとかこれが普通だよっていうのは分かりそうですね。ここあれか、日本のものばっか売ってるところか。書いてありますね、高島屋日本か。お客さんちらほらいるけど少ないね。でもわざわざ上海で買うのかっていうのもあるよね。こんだけ中国人の人たち日本に来てるから日本で買った方がいいよね。多分そう思ってるんだと思う。陶器とかそんな感じです。あんま見るもんなさそうです、私からすると。こんな感じですね。ちょっとあれですね、取るものそんなないです。日本式のクリーニング屋さん。これ日本の家具屋さんかな。確かに人は少ない。7階にあるレストラン街行ってみましょうか。でもあれか、いろんな中国の街行きましたけど、だいたい平日でもいっぱいなとこ多いもんな。日本食のお店とか肉大米とかね、福建省の福州とかでもすごい混んでたし、そう考えるとこの上海でこれってのは少ないのかもしれないね、現状。今まではもっといっぱいだったのかも。これも日本の蕎麦屋さんです。全部日本のお店です。うなぎいいですね。食べたいな。他の都市でも日本式の焼肉屋さんとかすごい多いイメージですけど、中国増えてるなと思いました。ここもそうなんですが、ちょっと高いのかな、高島屋だから並んでないですもんね、このお昼時で。これとんかつ屋さん。なんかサイゼリヤとかすごい混んでるイメージあるけどな。だいたいとんかつ、100元ぐらい、2000円ぐらいしますかね、とんかつ定食。ちょっといいお店ですね、これはね。ちょっといろいろ悩んだんですけど、何を食べようか。こちらのうなぎ屋さん行ってみようかな。中国最近ひつまぶしとかうなぎ屋さん増えたなっていうのは思ってたんですよね。韓国でも確かすごい増えてて、ここ誰も今日お客さん入ってないから
行ってみます。ランチセットで食べましょう。それじゃあこのランチセットのうな重頼んでみましょう。なんか48元で刺し盛りがつく。これ頼んでみましょうか。うな重はね180なんで結構しますね。4000円ぐらいお昼の12時を回ったらですね、結構人が入ってきました。最初入った時は私1人だったんですけど、今10人ぐらい入ってきたんで結構、これは普通なのかもしれないですね。でもこれ見るとうなぎは注文いただいてから時間かかりますみたいな書いてあるので、普段混んでるのかもしれないですね。混雑時は30分かかりますみたいな。お冷やとお茶も来ました。スタッフの人日本語通じます。楽です。ということで到着しました。うな重とうな重のランチセットですねと刺身。普通にめっちゃ混み始めて、ほぼ満席になりました。すごいねほとんど中国人の方です。日本人の方もいらっしゃいましたけど、全然普通にお店入ってるね。このうなぎの店は人気みたいです。やっぱり接客もすごいいいですし、なんか美味しそうですね。これが現状ですかね、今のね。全然来る人は来て食べてますね。いただきます。普通に超うまそう。めっちゃうまい。おそらく自分が海外で食べたうなぎの中で一番うまいわ。関西風ですね。皮パリパリで結構サクサクに焼いてるんですけどジューシーです。はい。こんなに美味しいな。タレの味もね、日本で食べるのと遜色ないです。なんかやっぱり日本で食べるうなぎが一番美味しいんですけど、海外でたまにバンコクとかで食べたりすると日本式のうな重をね、ちょっとやっぱ味が美味しくなかったり、これ冷凍チンしただけだなみたいな感じなんですけど、ちゃんと焼いてるんだ。こんなパリパリサクサク日本式うな重が5000円しますけどランチで、いやすごいレベル高いわびっくりした。タレがちゃんと日本仕様だわ。感動。そりゃ多分日本に旅行行って食べたことある中国人はここ来ますよね、きっと。美味しいの分かって大繁盛してるわ。お吸い物もうまい。お刺身もうまそう。这里放那个空气净化器，然后加一个落地灯。普通に超うまい。クオリティ高い。タイのね、バンコクのスシローもそうですけど、中国のスシローもすごい美味しくて、物流とかやっぱりその魚の管理のやり方の技術が上がったんですかね。日本で食べるのと遜色ない。もちろん日本の美味しいけどさ、すごいね。刺身こんなうまいんだ。もちろんうなぎもうまいけど感動しますね。あんまりこれ言うと中国びいきだとか言われるかもしれないですけど、本当なんですよ。食べてみたら多分分かると思う。飯とかはね、マジでレベルが中国すごい速度で日本食のレベル上がってる。それはこんだけ大繁盛するわけですね。もう満席ですよ。すごいね。最初入った時俺しかいなかったのに、要は時間ですよね、きっとね。他のお店も多分混んでるかもしれない。全然お客さん入ってますよすごいわ。ということで美味しかったです。お会計はね228元でした、ランチで。なんでだいたい5000円いってないぐらいかな。ちょっと計算ちょっとパッと浮かばないんでテロップ出しておきますが、ランチとしては高いし、上海価格だと思いますが美味しかったんで全然いいです。スタッフの女の子ね、日本語喋れる子いたんでいろいろ聞いてたんですけど、全然上海の街は日本人だって分かって歩いてても大丈夫だよと言ってくれました。はい、そんな感じです。もう今満席です。とりあえずね、今回の動画はこれで一旦終わりにします。X を中心に見てると、今回同じタイミングで乗り継ぎトランジットでの一泊滞在から普通の、旅行で中国に来られてる人たちの投稿を見てると、どれがね全部正しいかは分かんないですけど、8対2ぐらいじゃないですかね。なんか不当な感情を受けたとか雰囲気があって書いてる人もいるし、入国拒否されたみたいな
記事、自分は見なかったんだけど、うちのスタッフが調べてる時にはあったとは言ってたんで、結構心配だったんですけど、そんなこともなかったし、逆にあれですか、同じように全然不安だったけど来てみたら普通に入れて問題なかった、意外と優しかったとか、初めて来たけどすごい普通だったみたいな、割と僕は今回後者の残り8割ぐらいの人たちと同じ感じですね。みんな不安はあったけどどうしても行きたくて来たら大丈夫だったみたいな。ただこれをまた捉え方によってはすごい全然大丈夫ですよ、行って OK ですよ、どんどん来てくださいみたいなことを私は言ってるわけじゃないです。あくまでも旅行は中国とかに限らず自己責任です。なので自分が誘導してね、例のウイグルの時もなんかわけわからないなんかことを言われましたけども、そうじゃなくてあくまでも皆さんは、自己責任で、ただ自分は現状どうだったのかっていうのを伝えてるだけです。はい、判断は皆さん次第です。現状ね、今でも昨日街中でも見ましたけど、日本の大手旅行会社さんのツアー客の日本人の方々ね、もう普通にいましたし、大学生同士と思われるような友達ね、女の子だけで5、6人集まって上海のポップマートとかにもいましたし、普通にいるっちゃいます。なんで私一人の意見で先導してるとかっていうのも、だいぶね違うので捉え方はね、そこだけはしないようにしてほしいです。皆さん全部自己責任、旅行会社が行くツアーでも自己責任だと思いますので、旅行会社はちょっと分かんないかな、なんでそういった中でみんなが溜まってる思ってる不安とか不満っていうのをちょっと今回私が人柱となってすぐにね上海に来て入ってみたっていう感じなんで、もしかしたらこの地方都市とか今後まだ直近で行くかもしれませんけども、今のところは問題なく、普通に旅行が、できておりました。あとはその上海に多くあるね日系の企業とか百貨店とかショッピングモール、デパート、全部は見切れてないですけども、見る限りそれも普通かなと思いました。で最終日私が食べた日本のうなぎ屋さん、満席だったんでお昼時ね、日本食はもう食べないんだとか、日本のものは買わない行かないっていうのは現状そんなこと起きてなくて、今後もしかしたら上海でも起きるかもしれない、地方都市の方が起きるかなと思ってますけど、そんなことはなく美味しそうに皆さん盛り上がって中国の人たちも食べておりましたし、日本人の人も混ざって一緒に食べてたし、不穏な空気は感じられなかったっていうのが正直私の答えですね。こういった問題はね結構ネットで加熱するので、お互い情報戦みたいなのもやってるだろうし、テレビとか新聞とかとは違って、ネットの世界では自分が、情報を、選択して選ぶという、ことが求められておりますし、偏った情報だけ集めようと思えば集めれるし、バランスよく取れば他のねメディアに比べれば、オールドメディアと言われるものに比べれば真の情報も得やすいという本人次第になっております。だから一生懸命ね偏った情報を、発信して信者みたいにして僕の言うことだけを信じてくださいみたいないうことは、私はそういう発信をやられてるジャーナリストの人とかもいますけど、僕はそれ全くありませんので、自分で決めてもらえばいいと思ってるし、全部自分の責任でやられるべきだと思っておりますので、情報の選択ですね。あと現状どうなのかっていうのは日々変わることなので、その分析の中で僕のこの動画を参考にしていただければと思います。皆さんの、役に立ったかどうかは分かりませんが、何度も言いますがこれが今のね現状の姿という感じで、まとめさせていただきました。昔も今も変わらずですね、現地で、自分が足を運んで自分で見たもの、情報っていうのが一番真の姿だと基本的には思いますので、いろいろ見方もあるかもしれないけど、私はその偏らずにフラットな感じでお届けしてるつもりなので、誰々がこう言ってたからこうだとかじゃなくて、どうしてもそれ疑うのであれば自分の目でね見に行くっていうのが正しいと思うし、僕はそれをずっと大事にしてるので、今回そんな感じで、急遽ちょっと上海に来てみたってことで終わりたいと思います。皆さんよろしければこの動画の高評価と、あとチャンネル登録と、皆さんの思いをですねコメント欄に書いていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。
それでちょっとおまけ動画なんですが、これからちょっとあるものを食べに行こうかなと思ってまして、これね、視聴者の方からも結構リクエストがあったんですけども、中国って結構串焼きのお肉よく売ってるんですよ。特に羊肉で、自分は韓国のヤンコチっていうラム肉の串焼きですね、あれすごい好きなんですけど、中国でももちろん食べたことあるんですが、動画にしたことはなくて、あとあんまり中国だとなんか僕の勝手なイメージですけど、屋台のものが多かったんで、外に置いてあったりするから結構避けてたんですよね。お店で中で食べれるならいいかなと思って、ちょうどねホテルの近くにあったんですよ。だからちょっとそれをちょっと食べたいと思いまして、それのおまけ動画です。上海の人たちはちゃんと信号が変わるまで待ってますよ。他の地方行くと渡っちゃう人多いけど、民度は高いですよ。これチェーン店なんでね、別に上海の名物でも何でもないんですけども、このお店空いてて良さそうだね。安いなと思ったんですよね。串焼き5本で16元なんですよ。これ食べましょうか。美味しかったらおかわりしましょう。ということでお店入りまして、 QR で支払いをしました。ちょっとね間違えてしまって、5本で良かったんですけど10本頼んでしまったみたいで、10本で32元ですね。で飲み物はスプライトを頼みました。合わせて37元です。もう来ましたね、スプライト。この羊肉の串焼きっていうのは結構大陸ではね食べられてるんですよ。で直近だとウイグル行った時も、ウイグルの料理としてこの羊肉の串焼きすごい美味しいんですけど、あとロシアの極東の方とかで、韓国でね、去年いろいろ私も紹介したと思いますが、ヤンコチってこう機械でねこう串がくるくる自動に回るやつで、あれがね、ソウルもそうですけどいっぱいあるんですよ。でこれ結構ブームが来てるって聞いたんですけど、もう落ち着いたのかな、ちょっともう 1,2 年ぐらい前の話になるんですが、で韓国も食べるんですけど、なんで韓国それ流行ってるかっていうと、ダイエットとか、あと筋トレする人たちが羊肉が高タンパクで脂質が低い低カロリーみたいなで流行ってるっていうのもあるんですが、もともとね朝鮮族の人たちが住む吉林省とかあの辺でね、この羊肉の串焼きすごい食べるんですよね。そうで、あそこが一応本場とされてるんですよ、韓国のヤンコチに関しては。中国のこの串焼きっていうのは多分もともとあると思う、また別な感じで大陸全般にあるんでっていう、なんかいろいろこの羊肉の串焼きだけでもなんかいろいろ面白い話があったりして、中国式のこのなんか辛いスパイスがついてるやつもあれば、あれです、みんなに分かりやすく言うとサイゼリアのアロスティローニだっけ、これ前もなんか名前忘れちゃったけど、串焼きあるじゃないですか、スパイスつけて食べるやつ、あれです、正直言うと。それがちょっと中華バージョンになってるのか、ウイグルバージョンになってるのか、韓国バージョンになってるのかみたいな感じなんですけど、個人的には韓国のヤンコチが一番美味しいかなと思う。あれも中華系の人たち、朝鮮族の人たちがやってるお店なんですが、美味しいですよ。でこれ10本で32元なんで、いくらだ、700円ぐらいもしないぐらいか、10本で。5本だと16元だったんですけどね。あとお店によっては肉のサイズが小さかったりなんなりとある感じなんですが、ちょっと待ちましょうか。ちょっとこれ食べるだけのおまけ動画になりますが、リクエストがあったね、スーさん次中国行ったら串焼きのお店で食べるやつ出してくださいみたいな。なんでちょっと有言実行してます。中国行くとね、紙ストロー率だいぶ低いんですよ。ゼロじゃないけど、この鼻からもう紙を使う気はない、プラスチックを使うんだっていうのがいいですよね。これストローでかいけど。ということで来ました。めっちゃいい匂いするわ。肉ちっちゃ、これちょっとちっちゃいね。でも、香りはすごいいいですね。チェーン店で専門店ではないですけど、こういうのでいいんですよ。このなんかちまちま食べるの。10本頼んで食べきれそうだな。それじゃあいただきます。上海名物でもなんでもないけど、すごいスパイシー。なんかちょっとウイグルで食べた時のスパイスの同じ感じだな。うまっ。癖もなくて無限に食えるそう。
私はねお酒飲めないんですけど、お酒飲む人ビールとかでもめっちゃ合うと思う。思ったより辛くないですね。調整はしてくれると思うけど、10本頼んで正解だわ。一気に食べちゃいそう。今隣で子供が食器を叩いて遊んでるんでちょっとうるさいかもしれませんが、美味しい。これいいね。小腹が空いた時におじさんがひたすらやんこちというか羊肉のやつを食ってるだけのおまけ動画ですけど、また皆さん何か食べてほしいとか、ああいうお店行ってほしいとかあればリクエストお願いします。これぐらいだったら私もすぐに答えれますのでよろしくお願いします。あとですね、ちょっと告知というか宣伝になるんですけど、私1月の23日、来年の2026年ですね、あと数ヶ月後に本が出ます。書籍デビューいたしますので、多くの方がですね予約をしていただいてて誠にありがとうございます。まだまだねしてないよっていう人、ぜひここにリンクとか QR とか概要欄にもね貼っておきますので、今 Amazon でしかね予約が開始してないので Amazon だけになってしまうんですが、もし視聴者の方でおられたんですけど、ネットで買い物しないって決めてる人もいるみたいなんですよね。そういう人たちはね、町の本屋さんでも予約できますので、ぜひ町の本屋さんで予約していただければと思います。すいません、重ね宣伝させていただいて、今中国の上海で羊肉を食べてる、絶望限界おじさんの告知でした。おまけ動画でした。ご視聴ありがとうございました。